お、いい感じに焼き目ついてますね。おー、すげえほとんど肉っすね中は冷たいけど表面はちょっとあったかくてカリッとして、冷凍 OK。 はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何をやることと言いますと、ホットサンドおすすめ冷凍食品を挟んでみたパート2をやりたいと思います。実を言うとですね、以前の私の動画でですね、そのホットサンド、食パンの間に冷凍食品を入れて焼いたら美味しいんじゃないかということで企画でやったんですけども、実はこれ好評だったんですね。って言いながらもですね、それ実はもう4年前の動画でパート2がめちゃめちゃ遅いんですけど、いい加減やろうかなということで、このパート2やってみたいと思います。で、実を言うとですね、今回ご紹介するのは、まだ私もやったことがないものなんですね。本当に挟んで美味しいかどうか全く分かんないんですけど、僕が美味しいと思ってる冷凍食品を挟めばそれはもうもちろん美味しくなるんじゃないかという思いで勝手にやってみたいと思います。なのでもしかしたら失敗もするかもしれないんですけども、ぜひねこれ見ていただければどうなるかこうご期待ということでよろしくお願いします。はい、ということですね、ホットサンドメーカー、こちらを使いたいと思います。でここを、パカッと開けて、で食パンを挟んで、で間にいろんな食材入れてこうやってギュッと押して、でこれで直火で焼くということですね。でこれでいろんなものを挟んでサンドしていきたいと思います。マルハニチロの、ソースとんかつですね。お弁当用の商品でこういった感じでお弁当用に入れると本当に美味しいんですけども、味付け後でしなくてもこのまま食べて美味しいよっていうものなんですが、サンドイッチにしてもですねやっぱ美味しいんじゃないかと思うので、これは定番で間違いないかなと思います。これ電子レンジで加熱して、使いたいと思います。軽くちょっと油を塗っておきます。反対側も油を塗っておきますね。でソースとんかつだけでもいいんですけども、ちょっと今回レタスも入れようかなと思います。レタスね、ソースとんかつですね。解凍済みのものですけどのっけます。これはうまいでしょう5個にしときますか。さらにもう1枚乗っけて、結構ですねホットサンドはですね中身具材をもりもりに入れてギュッと潰した方が美味しかったりするんで、しっかりとここでギュッと潰しちゃいますね。おっとで結構これ直火なんで、すぐに結構焼けてくるんですね。カリッと表面さえカリッと焼ければいいので、本当に軽く両面決めつけば OK って感じですね。そういうのねできてると思いますね。お、いい感じに焼き目ついてますね。ホットサンドになってますね。じゃあちょっと切ってみたいと思います。どうなってるんでしょう。お、いい感じですねなんかファストフードとかで売ってそうな感じもしますね。これは美味しいでしょう。そうですね、ソースとんかつこれホットサンドにしてみました。これはねなんか美味しそうな気はしてたんですけど、食べてみたいと思います。じゃあいただきます。うまいですねソースかかってるんで間違いない味ですね。こういう商品でね売ったらいいと思うんですよねもうファストフードのメニューになってもいいですね。で次にやってみたいと思うのが、味の素冷凍食品さんの洋食亭のハンバーグですね。これも本当にロングセラーの本当に定番の冷凍ハンバーグとしてこれめちゃくちゃ美味しいんですけども、やっぱ特徴としてはですね非常にこのハンバーグ分厚いんですね。これだけ分厚いんで本当に肉中感があって本当に美味しいですね。
この商品ですね、やっぱ分厚いがためにですね、結構お湯でボイルする時間が長いんですね。18分。電子レンジでチンすることもできずにですね、お湯を沸かして18分もかかるよってことで、そこが調理の時にちょっと手間かかるなって思われるんですが、そういう手間をかけるだけあって、この分厚いハンバーグとしての美味しさをやっぱ楽しめるっていう感じですね。で、これはもう加熱済み、お湯でボイルしたところなので、ちょっと中身取り出したいと思います。中身こんな感じですね。ゴロッと。おー、いいですね。やっぱ相当分厚いですね。で、このデミグラスソース。これも美味しいんでね、使いたいと思います。これこのまま全部乗っけたいと思います。いいですね。この美味しい、ソースもかけちゃいましょう。これ相当分厚いですね。これちゃんとホットサンドできるか心配ですけど、大丈夫かな。お、なんとかいったぞ。じゃあこれで焼きましょう。で、焼きます。お、いい感じに焼けてますね。もう分厚さのハンバーグが結構やっぱパンパンに張ってますね。じゃあちょっと切ってみたいと思います。どうなってることやら。おお、すげえ。ほとんど肉っすね。パンの部分よりも肉の部分のが多いみたいな。ハンバーグが丸ごと入ってます。これはジューシーですね。いいですね。はい、ということですね。この洋食亭ハンバーグ、これサンドしてみました。じゃあどうなるか。いやもうほとんど肉なんですよね。食べ応えどうなってんのかな。いただきます。これはワイルドなホットサンドですね。これやっぱ洋食ってハンバーグが、本当に肉汁感あって食べ応えがあってそもそも美味しいんですけども、主役はもうハンバーグで、もうパンが優しく包み込んで、しかも邪魔しないっていうところがそれぐらいこのハンバーグの良さを引き出してるなっていう感じですね。レタスこれも入れようかなとか思ったんですけど、これレタスなくていいですね。むしろハンバーグそのものの美味しさしっかり楽しめるんで、しかもこのソースがデミグラスソース、ちょっと本当に本格的な深みのあるコクがあるんで、これとパンとの相性も本当にいいですね。これはいいと思います。で、続いて試してみるのはこちらですね。この明治さんのこの銀座カリードリアですね。これもですね、本当に人気なんですけども、本当にカレーの、味わいにチーズが入ってて、で、さらにドリアということで、本当にこれも間違いない美味しさかなと思いますね。では、電子レンジでチンしました。この状態でですね、もう本当に十分美味しいんで、このまま普通は食べてほしいんですけど、このチーズがね、本当にとろっと溶けて、でカレーのこの香ばしいスパイスの香りもしてですね、美味しいですね。ドリアなんでご飯入ってますね。それをパンで挟むっていう、主食を主食で挟む感じですけど、やってみましょう。はい。じゃあこの上にね、乗っけていきたいと思います。いいですね。チーズとカレーなんでね、間違いなく合うでしょう。ご飯がいるかはね、ちょっとわからないですけど。よし、これでいきます。じゃあどんな感じですかね。お、いい感じにできてますね。じゃあちょっとね、断面どうなってるか切ってみたいと思います。やっぱパンパンにはなってますね。なんかでも米が米が結構出てきましたね。でもやっぱ香りはすごいいいですね。カレーの香りが一気にきます。
なんか断面焼きそばみたいになってますね。米ですからねこれ。まあこちらの、銀座カリードリアですね。これをサンドしてみました。いやどうなることか。カレーとチーズってのはねすごくいいと思うんで食べてみたいと思います。いただきます。うんうんうんやっぱカレーとチーズはこの食パンとも相性が良くて美味しいなと思いますけど、やっぱご飯がねご飯がなんか俺たちは違うみたいな顔してる感じがしますね。なんで俺たちはパンに挟まなきゃいけないんだっていうご飯の主張が結構ありますねこれ。悪くはないんですけどね。あんま食べ慣れてないだけかもしれないですけどパンにご飯が入ってることはないからちょっと経験してないだけででも美味しく感じきだ。カレーとチーズだけだったら結構くどいかもしれないですね。ちょっと食べ飽きてくるかもしれないんですけど、ご飯が入ってくると割とその味が薄まるので意外と美味しくあっさりと食べれるかもしれないですね。はい。次はですねこちらですね。日清食品さんの汁なし担々麺です。でこの食欲湧くこの肉種の味わいとで麺もですねもちっとしてて結構食べ応えがあって、美味しいですね。でこれがホットサンドに合うかちょっと分かんないんですけどもちょっとやってみたいと思います。はい、ということでね電子レンジでチンしました。すでにこのいい香りがめちゃめちゃしてますね。こういう感じですね。もうすごいこの香りめちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいい香りがします。でこのままサンドするんじゃなくて一応混ぜようかなと思います。いや普通に考えてこのまま食べたいですね。このまま食べて間違いなく美味しいんですけどあえてサンドするということですね。このホワジャオ入り唐辛子パックっていうのが入ってるんで、これを通常入れるんですけども、僕はちょっと辛いの苦手なんで、ちょっとだけにしようかなと思います。好きな方はドバッと全部入れてもいいですけど、焼きそばとかナポリタンとかはパンにサンドしても美味しいんですけど、こういう中華の麺が合うのかって話ですよね。ちょっと全部はきついかもしれないんでこれぐらいにしときます。じゃあそろそろいいと思います。いい感じに焼けてますね。さあどんな感じになってるのか。めちゃくちゃ麺が入ってますね。焼きそばパンとかナポリタンを見たことありますけどこの平べったい麺が入ってることないですからね。ちょっと想像がつきませんね。はい、続いてですねこの汁なし担々麺こちらですね。こちらサンドしてみました。じゃあ食べてみたいと思います。いやどんな味わいか楽しみですね。いただきます。なるほど。これは担々麺ですね。担々麺の主張がというかもうパンの存在がなくなってしまうぐらい担々麺の味しかしないですね。お箸を使わず担々麺が食べれるんで新しい担々麺の可能性かもしれないですね。味は悪くないですね。全然美味しいですしこういうもんだって言われたら実は中国にはこういうものが今流行ってますって言われてもなんか騙されちゃうぐらいの感じですね。続いてはですね、この冷凍の肉まんをやってみたいと思います。これはですねパンで挟まず、ホットサンドメーカーでちょっと両面、焼いてみたらどうかなと思ってやってみたいと思います。
でこれは今冷凍肉まんをですね、もう解凍して温めた、状態ですね。ふわふわとした生地がほんと肉まん命で、それを潰しちゃうっていうのはちょっともったいない気もするんですが、でもなんですかね、パニーニとかもギュッと潰して焼くんで、ある意味それに近いものがあるかもしれないですね。これは新しいものが何か生まれるかもしれないです。ちょっとあえて2個こうやってちょっとやってみようと思いますはい、これでちょっと焼いてみます。じゃあどうなったか、こんな感じです。おお、なんかパニーニになってんじゃないですかいや、なんかすごいいい感じの焼き目がついてて、これはこれでうまそうじゃないですか肉まんたるアイデンティティがなくなってる感じですけどまた全然違う食べ物になってますねちょっと切ってみたいと思います。うわ、でも匂いはもうほんと肉まんの蒸したての肉の本当に肉汁があふれる味わいがきますね。そうですね、冷凍肉まんをサンドしてみました。これはなかなか面白い見栄えになってますねこの焼き目がね、やっぱすごいしっかりつくんで本当美味しそうですよねじゃあ食べてみましょうか。いただきます。皮が美味しくなりますね。肉まんの皮って結構ラードとか油とかが入ってるんで、やっぱ焼いた時にすごいカリッとしやすいんだと思うんですよね。で焼いてその皮自身のジューシーさも結構出てきてて、噛むと本当に美味しい生地自体が新しい美味しさになってるなと思いますね。お肉の種もですねジューシーで美味しいので、硬くなってカリッとした皮にこの肉の美味しさも味わえるんで、新しいフードだと思いますね。肉汁が溢れてきましたで続いてはこちらですね、井村屋金製のたい焼きということで冷凍たい焼きですね。これもねやっぱりこれは結構無難な方かなと思って用意しましたけど、すでにたい焼きってことで焼いてはいるんですけども、さらにこのホットサンドでしっかり焼いていこうかなと思います。でこれ自体はですね本当に生地も美味しくて、でやはり井村屋さんらしくこのあんこですね、小豆の風味をしっかり生かして、炊き上げているので、このあんこもすごく美味しくて、その皮とのバランスもすごくいいという、そのまま食べたらもちろん美味しいたい焼きになってますね。で本来はですね電子レンジチンした後トースターで焼いてカリッとサクッとさせてくださいと書いてるんですが、今回あえてホットサンドでカリッとサクッとさせたいと思います。3匹なんですね。3匹いっちゃいますかタイの形はちょっと分かんなくなるかもしれないですけど、ここでちょっとバターをかけます。これでちょっと美味しくなるんじゃないかと思っておりますぎゅっと封印して何が生まれるか、これでじゃあいきたいと思います。はい、じゃあどうなってるか。うわ、ジューッといってますねクロワッサンたい焼きみたいになってますねいい感じになってますね。いいですね。やっぱあんこぎっしりで表面はカリッとした感じですね。これはいいんじゃないでしょうかそうですね、こちら冷凍のたい焼き、これをホットサンドで焼いてみました。はい、バターをね乗っけて焼いたんで、かなりね香ばしい感じになってましたね。タイの形はちょっと崩れちゃってますけどでもかろうじてタイっていうのが分かりますねじゃあ食べたいと思います。いただきます。
これは美味しいですね。やっぱクロワッサンたい焼きみたいになりますね。だから普通のたい焼きもバター入れてしっかり焼けばですね、結構クロワッサンたい焼きに近いものができますね。でクロワッサンたい焼きだと結構もっとはバターとか油の感じが出ると思うんですけど、クロワッサンたい焼きもあっさりしてるけど、バターの濃厚な味わいとカリッと感も楽しめるんで、ある意味いいところができてるんじゃないかなと思いますね。で最後はですね、こちらですね、冷凍のブルーベリーですね。冷凍フルーツの中でも本当にブルーベリーってめちゃくちゃ売れてて人気の商品なんですね。甘酸っぱさがあって、しかも健康にもいいっていうイメージもあって、結構ね買われてる方も多いんですよね。でこちらはですね、もうすでに解凍してるんですが、ちょっと半解凍ぐらいでちょっと冷たい状態にしてみました。でこれをサンドしたいと思います。でブルーベリーだけじゃなくてですね、ちょっとヨーグルトを入れてみようかなと思います。ヨーグルトとブルーベリー相性いいと思うんで、これをね入れちゃいたいと思います。はい、じゃあそろそろできたと思います。いい感じですね。ではちょっと切ってみたいと思います。おいいですね。すごい。ということですね、冷凍ブルーベリー、こちら、ホットサンドしてみました。はい、じゃあね食べてみたいと思います。断面はね結構こうマーブルな感じになってて不思議な感じですね。じゃあいただきます。なんかさっぱりしていいですね。ちょっと半分凍ったぐらいで入れてるんで、中は冷たいけど表面はちょっとあったかくてカリッとして、その温度差も結構面白いかなと思いますね。でやっぱブルーベリーそのものが、自然な甘さで、しかも酸味があって結構さっぱりしてるので、そこにさらにヨーグルトが加わるってことで、その組み合わせ自体やっぱり間違いない美味しさかなと思いますね。これ全然ありですね。朝ごはんとかいいですね。あると思います。ということですね、ホットサンド、おすすめ冷凍食品をサンドしてみた、パート2いかがでしたでしょうか。いろんなものをね、もうぶっつけ本番でいきなりサンドしてみましたけども、本当に新しい発見もあったり美味しいものがあったなと思います。ホットサンドメーカーで挟むことでギュッと潰して、で両面がこんがり焼けるっていうことで、冷凍食品の新しい魅力も発見できたんじゃないかなというふうには思ってますね。個人的には肉まんがやっぱああいう風に全然違う食べ物に変わったんで、あれは美味しかったですし、本当に可能性あるんじゃないかなと思いましたね。もし皆さんがですね、この冷凍食品サンドしたら美味しかったよとか、そういったのも何か知ってたらぜひねコメント欄にコメントしていただければと思います。ということでね、この冷凍チャンネルでは、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍テクニックなんかもご紹介しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本レシピ付き自由国民社から絶賛発売中です。